男性が初めに挑戦する料理にぴったりじゃないかなと思って、パリッパリ棒餃子。包む時に閉じないんですね、完全に。とても包むのも簡単だし、両面パリパリに焼けてとても美味しい餃子ができると。音聞こえました？すごいパリパリ。皆さんこんにちは。今回のごちそうさまチャンネルはですね、パリッパリ棒餃子という、餃子を作ります。簡単に言っちゃうと蓋をしない状態なんですけど、調味料もその蓋をしなくてもいいような種の分量になってます。とても包むのも簡単だし、両面パリパリに焼けてとても美味しい餃子ができると。でこれ男性が初めに挑戦する料理にぴったりじゃないかなと思ってちょっと考えたんですけど、是非ねそういう男性にチャレンジしてもらいたいなと思います。まず材料紹介ですね。豚ひき肉、ニラ、長ネギ、ニンニク、生姜、それからお醤油、お酒、オイスターソース、片栗粉、お塩で、餃子の皮とサラダ油、お水、香り付けのごま油、あとはもうラー油、酢醤油ですね。ただ味付け的には割としっかりめなので、そのまま食べてもしっかり味がする餃子ではあります。で、通常の餃子ですともう少し水分が入ります。でそうすると、餃子包んだ時に中ジューシーでハフみたいな感じになるんですけど、包む時に閉じないんですね、完全に。でお肉がちょっと外に出てる状態なので、パリパリに焼ける代わりに水分は少なめ、噛んだらそのジューシーというよりは肉にしっかりその味がついてる状態なので、ジューシーっていうのとちょっと違う。パリパリ優先。パリパリ優先。はい、どうぞ。パリパリ優先。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ切っていきます。まずニラですね。ニラは端の下の部分硬いので落とします。で切っていきます。ニラはね、本当に切る時に結構厄介な食材ではあるんですよね。跳ねてくんです、どんどんね、いろんなとこに。できるだけ跳ねないようにこうやって切るんですけどね、こうやってやっぱちょっと遅いんですよね。これでも跳ねてくもんね。でボウルでネギもみじん切りします。ネギみじん切りはいろいろやり方あるんですけどね、僕は今みたいに縦に入れて転がして1、2ってもう一回縦に入れる感じで、あと横叩くとみじん切りになってるっていうね。よく男性が料理しないんですけど、最初にやる料理何がおすすめですかっていう質問が多いんですね、結構。で餃子って言うんですよ。でそれは包む餃子のこと言ってるんですけど、ケーススタディが分かりやすい、理由が分かりやすい、失敗の理由が分かりやすいからおすすめしてるんですけど、これに関してはもう失敗ないですね、分量通りやってもらえば。はい、生姜もみじん切りですね。もうみじん切り嫌だっていう方はすりおろして入れていただいてもいいです。ただその場合ニンニクと生姜は結構強く出ます。なので少し分量減らしてもいいかもしれないですね、すりおろしの場合は。危ねえ。はい、ニンニクも同様ですね。ニンニクたらここに豚ひき肉入れていきます。で調味料ですね。お酒、醤油、塩、片栗粉でオイスターソース。ここでよく練ります。で練る時にはしっかりとこう指の間からお肉ニューって出すぐらい、このぐらい練っちゃっていいですね。ニューッと、はい、ニューッとこれを繰り返してくださいね。こう揉むんじゃないです、練るんです。そうすると
手の温度でちょっと豚の脂も溶けてきてだんだん粘りがついてきますね。であと調味料が入ってるのでそれが偏らないようによく練ってあげると。では全体均一感出ますよね。はい、では包んでいきます。餃子は餃子の皮に種を入れて置いとくと水分だんだん含んできて下くっついちゃうんですね。なのでこういうバットとかだと非常に危険です。特にちょっと時間を置きたい場合なのでこういうねクッキングシートこれ引くとくっつかないのでちょっとおすすめですね。冷凍保存もできるんですけど包んだ状態でその場合も必ずクッキングシートでくるんでラップで包んでジップロックみたいな。はい、では包んでいきます。お水用意してまず皮ですね。本当包み方は本当に簡単です。種取って、ティースプーン1杯ぐらいですね。ちょっとティースプーンで大盛り1杯ぐらいをのせて皮が重なるところに少しだけお水つけてあげる。そしたらこっち側とこっち側で無理やり包む。ちょっと棒状にしてあげるっていうかね。これで OK ですね。はい、裏返すとこういう感じなので皮目こっち側全部焼けるしで裏返してこっちも焼けるんですね。で皮の焼ける面積が普通の餃子よりもちょっと大きいですよね。だから皮パリパリになってカリカリっていう感じで食べれるっていうね。で皮ってよく見ると楕円なんですね。知ってました？こっちとこっちわかります？これ前もやりましたね。前もやったね、はい、うん、やったわ。3回目ですけど、その論争の決着がついてない気がします。楕円だもん。測る？9.5 横 9.5 それ横なんですか？はい、ほら9 5ミリ違う。5ミリ違う。ライそれはたまたま出ただけのはいこう長い方がねこう横向くように真ん中に入れた方がね肉だねの量がちょうどよくなるかなって感じですね。ちょっとね包む時に真ん中に置いたら少しこうずらした方が包みやすいかもしれないですね。内側にこっち側にこっち側に少しずらしてこっち包んで濡らしたところをペチョンってやるんですけどその後に少しギュッギュッて押してあげる。はいこんな感じですね。そしたら焼いていきます。フライパンを熱する前にまずサラダ油さーっと引いてここにこっち側から置いていきます。で包む餃子みたいに UFO 型にしたりっていうことはなく1個ずつ焼いていく感じなので、フライパンに入るだけ入れてもらっていいと思いますね。ただし平らなところが絶対くっついてることこれがポイントですね。火つけます。フライパン温めてから餃子入れちゃったりするとやっぱり当たりが強すぎて失敗したんですか？いやタイムラグが出るんですよね。一番最初に入れたのと一番最後に入れたので、はい、だから焦げる原因にもなりますよね。だんだんね音がしてきましたね。しっかりと熱くなるまで一回熱します。だんだんキューキューいってきました。そしたら少しだけお水入れます。で通常の餃子だと結構ねたっぷりめというか3分の1とか3分の2とか、餃子を並べているところにそのぐらいの水かさがあった方がいいと思うんですけどこれはもう本当大さじ2ぐらいですかね。入れなくても火入れすることは可能です。ただ皮へのダメージが結構早いので一応念のためという感じですかね。で蓋待つ。で音が変わりますね。水がなくなってくるとコポコポコポじゃなくてパチパチパチにまたなってきます。で今結構さっきと色全然違いますよね。だからほらパリッとパリッと、いいですね。パリッと焼けてる。でもうほぼほぼ火が入ってるんですよ。やっぱり水蒸気の力ってね火入れをこう強くしてくれるんで、裏返して皮パリパリになったら出来上がりですね。はい簡単。で裏面もこういう感じですね。しっかりめカリッと。もう一度裏面焼こうかな。もっとパリッとさせてもいいな。で最後に香り付けのごま油。
もう一回裏返して超カリカリになったら盛り付けですね。なんだな。でお好みで、僕ちょっとねお酢多めが好みですね。でラー油で醤油、はい、お好みライス醤油完成です。ライス醤油つけて、僕ね結構こだわりがあってパリパリの面は絶対つけないっていうね。通常の餃子もそうなんですけど下をつけない、横につける、しかもひだのところでちょっとすくうっていうねこだわりがあるんですよね。いただきます。音聞こえました？パリパリ、すごいパリパリ。初めて作った餃子がこのパリパリを感じて、しかもこの肉の種にしっかり味がついてて美味しいので、多分ねちょっと自信がつくと思うんですよね。あ、俺は料理できるかもしれないと思うきっかけになったらいいなと思いますね。ぜひね、料理あんまりしたことがない人ですかね、やってみてもらいたいと思います。もちろん普段餃子作りをよくされてる方でもこういうね食感の餃子もあるんで、ぜひやってみてください。ごちそうさまでした。